今回はゾンビランドサガの聖地巡礼で佐賀県に訪れた。初日から歩きまくりで足の裏に超巨大な靴ずれがいたたたた、あわわわわ。なんとか絆創膏で応急処置をするものの、あまりの痛さに足を引きずって歩く始末。でも初日から弱気なんて吐いていられない。全てはゾンビランドサガの世界観を世界中のファンに知ってもらうために。そして撮影中にはいろいろな出会いがあり、佐賀の人みんな優しくて、私はウルウルのウル。よし頑張るぞ。みんなも一緒に聖地巡礼している気持ちで見てもらえると嬉しいな。さあ行くぞ、ドヤヤヤヤー、ゴー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 ってことで、テーペロ。おはようございます。はい、今回は九州の佐賀県にやってきました。佐賀県はゾンビランドサガというアニメの舞台になった場所で、私がこれから聖地を巡礼しながら、世界観や、その場所の魅力を、世界中にお伝えできたらいいなと思っております。現在のところちょっと天候は曇りで、もしかすると雨が降ってくるかもしれないですけども、行けるところまで行きたいと思います。早速行ってみましょう。よっかよっかよかったよっかよっかよかったよかった。まずこちらが物語の重要拠点である唐津市歴史民俗資料館です。1話開始後2分くらいでテンションマックスな車にはねられた源さくらが、その後この建物の中で目を覚まします。最初は自分がゾンビになっていることには気づいておらず、すでにゾンビ化している他のメンバーに襲われてしまいます。外観はご覧の通り古き良き洋館といったような印象で、西洋っぽさも感じられる素敵な建物となっております。以降この場所がフランシュ種の拠点となり、この作品で最も重要な場所で毎回登場することになります。現在は残念ながら老朽化のため休館となっており、中に入ることはできません。この渡り廊下も作中で何度も出てきましたね。次に千代田橋へとやってきました。他のメンバーに襲われた源さくらは豪雨の中、外へ飛び出し走り続けます。そして橋の横にある石標を見て、自分が佐賀県にいることを自覚します。夜中だったこともあり、通りがかった警官に注意され助けを求めますが、さくらがゾンビであることに警官が気づきます。警官に銃を向けられていることに怯えたさくらは、たまたま見つけたカーブミラーに映った自分の姿を見て唖然とします。そして自分もゾンビになっていることに気づきました。1話での初ライブの会場がこちら、ガイルズです。孝太郎に突然ライブをすることを告げられたさくらは困惑しつつも、他のメンバーの統率が取れない中、ライブハウスの中に入っていきます。他の出演バンドがデスメタルを演奏する中、困惑するさくらをよそに孝太郎が「飛び入り OK はここだけだったのでな」と無茶を言うのがとても印象的です。その他の2人の掛け合いもとてもシュールで面白いです。またこの頃はデス娘という名前で活動しています。ライブ中ステージ上ではメンバーがおのおの好き勝手に行動していました。最初は緊張と観客からのアウェー感もあり、さくらはガチガチになってしまいましたが、山田太が突然客席にダイブしたり、二階堂咲が拡声器で叫び出したりして、徐々に会場の雰囲気が高まっていきます。曲に合わせてメンバー全員で首を振っていたのですが、通常の可動域を完全に超えており、観客からまるで首が折れとるみたいという声が上がります。まさにゾンビだからこそなせる技ですね。そしてガイルズでのライブの翌日朝に他のメンバー全員の意識が戻っていたのでした。さてこちらは佐賀城にあるシャチの門というところでございます。第2話で登場しましたね。メンバー全員が意識を取り戻して初めてのライブ会場となったのが
佐賀県立佐賀城本丸資料館の外御書院というところです。資料館の中にはこのような立派な甲冑が展示されています。そしてスペンサー銃も展示されていますね。スペンサー銃はアメリカの南北戦争の後に余剰となったものが幕末の日本に輸入されたと言われています。主に当時の佐賀藩と黒羽藩が購入して装備し、戊辰戦争で使用されたとも言われています。このスペンサー銃が今のライフルの原型と言われております。資料館の中にはこのように上空から見た佐賀城のジオラマも展示されていました。佐賀藩主鍋島家略系図というものを発見しました。略系図は清房藩から始まっており、直重藩、勝重藩というふうにつながっています。やはり最も有名なのはこの直政藩だと思います。作中ではこのライブからグループ名がデス娘からグリーンフェイスに変わっていました。1話に続きさくらが MC を頑張りますが、みんな意識はあるものの自由に動き回ってしまいます。個人的には伝説の山田太が自由すぎて収集がつかなくなってしまったところが大爆笑でした。これ以降私はすっかり山田太推しになってしまいました。さくらは最初アイドルのように振る舞おうと努力しましたが、メンバーたちの自由度が高すぎて最終的にはマジックショーやラップバトルのようになってしまいました。そして不思議と会場が盛り上がっていました。この大砲とさくらのワンシーンもとても印象的でした。そしてこの場所も作中で登場しました。2話のライブ後にメンバー全員で休憩していたベンチがちょうどこの場所にありました。現在は撤去されております。3話で登場する民族資料館緑地に到着しました。現在は全ての遊具が撤去されていますが、とある遊具から飛び出されたさくらが槍投げのように飛んでいき、地面にぶっ刺さるシーンがとても印象的な舞台となっています。ぐるぐると回るコーヒーカップのような遊具に最初は山田太と二階堂咲、星川リリー、源さくらの4人が乗っていました。ですが猛スピードで回し出したたえちゃんに危険を感じたサキとリリーはこの遊具から飛び降りるのでした。さくらは深く考え事をしていたせいで槍投げのごとく50メーターほどこの場から飛び去っていきました。そして地面にぶっ刺さった様子がこのような形となっております。第3話では唐津駅北口でゲリラライブを行うことになります。作中でも登場したこのオブジェがとても特徴的ですね。このオブジェも唐津焼なのでしょうか。車からライブで必要な機材を取り出したシーンで使われた場面がこちらとなります。こちらがゲリラライブを行った場所となります。最初はお客さんも集まってきたのですが、途中からミスが目立ってしまい、徐々にお客さんが離れていってしまうのでした。見かねた水野愛と今野純子がバスの中から飛び出してきて、その場はなんとか助かりました。さすが生前アイドルだったと思わせるパフォーマンスでした。最後に女の子が一人残っていて、サキとのやり取りに心救われました。ただこのライブでメンバーは完全に惨敗感を感じてしまったのでした。個人的には最初車の中に残っていた水野愛と今野純子が曲の歌詞を口ずさんでいたのが
ゾンビのアイドル活動に懐疑的なものの、心のどこかで自分たちもフランシュシュの一員であると自覚しているのかなと感じました。北口には観光マップも設置されているので、訪れた際はぜひご活用ください。4話ではついに営業に行くことになりました。4話の舞台となったのはこちらのホテル花水園です。辰巳孝太郎はメンバーたちを置き去りにして一人で観光に行ってしまったというシーンがありました。ここからは4話でワンシーンだけ登場する場所を5カ所紹介します。まずは嬉野橋です。一時期は老朽化で車も通れなかったそうですが、現在はこのようにきちんと整備されております。2カ所目は井出酒造です。嬉野温泉公園から塩田川を挟んで撮影しています。こちらは明治元年創業で、各鑑評会で何度も金賞を受賞した虎の子という日本酒が有名だそうです。3カ所目はシーボルトの湯です。こちらは温泉地ならではの公衆浴場となっていて、外観もノスタルジックでとても素敵です。4カ所目は食材市場木原横の路地です。茶色いレンガの色合いや奥の建物の佇まいまで忠実に再現されています。5カ所目は広川鮮魚店です。車の後ろで猫と戯れる姿がとても印象的でした。嬉野橋を撮影中に素敵な出会いもありました。アイドルさんたちの撮影に立ち会うことができました。ユニット名とかあるんですか？ユニット名は何でしたっけ？ユニット名。何でしたっけ？ラブガールです。ラブガール。即席ですかもしかして？チンチロガールでしたっけ？チンチロリンやね。チンチロリン。チンチロガール。チンチロチームチンチロリン。なるほど。YouTube で全国区にしてもいいですか？いいですよ。フォロワー何人ですか？いいんですか？いや、いいですか？ YouTube。始めようかな。そういうこと？ごめんなさい、残念させちゃって。どういうこと？100万人ぐらいおるから。いいですか？そんなわけない。ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。早速 YouTube に。フランシュシュのようにチームチンチロリンも佐賀県から全国区へのアイドルになってほしいです。こちらのカフェモカは久中製薬の広報部長と打ち合わせをするシーンで使われました。作中では観光に行ったはずの辰巳孝太郎でしたが、ちゃんと仕事していましたね。風月堂という洋菓子屋さんも4話で登場します。メンバーの4人が窓越しにケーキを眺めるシーンがとても印象的です。店内から見た窓の様子はこんな感じです。ゾンビランドサガファンのお客さんのほとんどがお店の中からこの窓を撮影すると店員さんがおっしゃっていました。このケースの様子も作中でこのように忠実に再現されています。ゾンビランドサガの放送をきっかけに日本全国からお客さんが来店されるということでした。私もマンゴームースとカシスゼリーのプリンを買ってみました。白いナマズで有名な豊玉姫神社にやってきました。境内を奥へ進むとすぐに白いナマズ様と出会うことができます。ナマズ様に水をかけると美肌健康シワ退散に効果があるということで、作中では源さくらと今野純子が一生懸命水をかけていました。どうかシワ退散、健康、そして美肌になれますように。ナマズ様よろしくお願いします。とてもツヤすべの肌をしております。社殿にこのような可愛いメガネっ子たちが描かれていたのですが、ちょっと何かよく分かりません。もし分かる方いればコメントで教えてほしいです。そしてこちらが本殿となります。山田太が本坪鈴を大きく揺らし、その後ろで星川リリーがお祈りをしていました。ナマズ様は
美しい肌の女神様である豊玉姫の使いと言われています。肌の病に効能があるということで昔から信仰を集め、現在も美肌を祈願する参拝客が絶えないそうです。足湯のシーンが印象的だった湯宿広場にやってきました。嬉野温泉には無料で入れる足湯が3カ所あるんですが、こちらは3カ所のうちの1カ所となっております。本当はものすごく足湯に入りたかったのですが、足の裏に巨大な靴ずれができてしまい、私は足湯に入ることができませんでした。足湯の横には足蒸しというものが設置されていました。温泉の蒸気で足の血行が良くなり、とても気持ちが良さそうです。この蓋を開けて、この穴に足を入れるみたいです。蓋を開けると一気に蒸気が噴き出してきます。そして夜にはホテルの宴会場でライブが行われました。なんと従業員の方々のご厚意により宴会場を作中のまま再現していただくことができました。ステージの再現性もとても高いです。幸太郎が潜んでいた舞台袖のカーテンも作中通りです。今回のライブでは歌で心を、サガンシップ Z で体を癒す、そしてこのスリッパの多さ、細かいところまで抜かりありません。この廊下では久中製薬の広報部長がトラウマになってしまうほどの衝撃のシーンが繰り広げられました。なんやかんやあってあんながこんなで、そんながどんなで、これこうしてこんな感じがこうなってで翌朝こうだ。またホテルのロビーにはゾンビランドサガのコーナーが設けられていました。山田タイのパネルが設置され、ショーケースの中には過去に販売されたと思われる T シャツやタオルなどが展示されています。今野純子がバイトしていた尾崎人形も飾られています。その後ろにはサガンシップ Z も登場します。またロメノの人形がとても可愛いですね。こちらのイラストを描いたのはアニメーターの方でしょうか、それともゾンビランドサガのファンの方でしょうか。いずれにしても皆さんすごく上手に描かれています。せっかくなので客室内をご紹介したいと思います。左右反転にはなっていますが、きちんと再現されています。このシーンも反転していますが、サキがサガンシップ Z を持っているシーンで登場します。この掛け軸の前も星川リリーと登場します。生活感のある洗面所も私は使ってないので何も置いてありません。第5話でフランシュシュは営業第2弾としてこちらのドライブイン鳥を訪れました。特に二階堂咲は生前から行きつけだったようで、いつも鶏飯と鶏の焼肉がセットの一番定食を食べていたようです。佐賀で焼肉といえば鶏肉のイメージだそうです。実際はどうなんでしょうか。ご存知の方いればコメント欄でぜひ教えてください。店内には原作者さんや声優さんのサインなども飾られていました。はい、お待たせしました。一番定食到着です。まずはこの鶏飯ですね。作中でも忠実に再現されていました。美味しそうです。で、一番定食についてきた、鶏肉です。とても新鮮な鶏肉ですが、生では決して食べないようにしてください。では早速鶏飯いただきます。
うん、うんうん、なんか鶏の釜飯のような味ですね。結構あっさりした優しい味になってます。結構そのおかずが進みそうな味付けですね。美味しいです。ナイスバー。作中でも登場した鶏の焼肉もいただいてみましょう。最初は普通にタレでいただきます。外がサクサクで中がもちもちで口の中で踊っていますね。本当にコッコくんみたいです。ナイスバー。次に作中で二階堂咲が紹介してたタレにニンニク胡椒を入れて食べてみたいと思います。胡椒の香りがいいですね。ニンニクも若干ちょっと通ってます。いただきます。おいしい。個人的にはこっちの方が美味しいですね。ちょっとねピリッと辛いような感じで、山椒もおそらく効いてますね。あとはニンニクの香り、これも増します。ナイスバー。店内には二階堂咲の、ポップも飾られてます。その後ろにはポスターも貼られてますね。で、おなじみバードくんです。今里夢岬公園に到着しました。ご覧の通り広大な野原が広がっています。天気がいい日にピクニックで訪れても気持ちが良さそうですね。こちらでドライブイン鳥のテレビコマーシャル撮影が行われます。ちなみにコマーシャル撮影では鳥になりきれていないという理由で何度も撮り直したりアレンジが加えられたりしていました。公園の駐車場からはこのように湾内を一望することもできました。道の駅鹿島へやってきました。こちらでは毎年ガタリンピックというイベントが開催されています。作中でフランシュシュもガタリンピックに参加することになりました。ガタリンピックにはいくつもの競技があり、順位を競い合う大会となります。ガタチャリという競技は干潟に敷かれた板の上を自転車で走っていき、干潟に倒れるまでの距離を競います。当初の目的は競技で上位入賞を果たし、フランシュシュの知名度を上げることでした。次に行われたガターザンは干潟に設置されたターザンロープで飛んだ距離と着地までの美しさを採点する競技です。こちらでもフランシュシュは知名度アップのための上位入賞を狙いますが、まさかの面白い結末を迎えました。こちらの足を洗うプールも作中でこのように登場しています。先ほどの動画でも分かりますが、撮影日の潮汐が小潮で、かつ満潮時間帯だったため一面干潟という光景は見ることができませんでした。作中では泥を落とす水場は丸型でしたが、現在は形が変わっております。本当は私も干潟体験やりたかったとです。道の駅の中のお土産コーナーには星川リリーのパネルが設置されていました。第6話ではこちらのガイルズでライブとチェキ会が行われることになりました。ただライブ後に行われたチェキ会でメンバーの圧力を生む事態となってしまいました。家を飛び出した水野愛を二階堂咲が探しに行く時に通りがかった文具店が文具の中島唐津店です。そして水野愛が突然の雷雨に恐怖で動けなくなってしまいうずくまっていたのがこの橋でした。その後咲に発見され山崎児童団地公園に移動します。ここで咲は愛が雷を怖がっていることを知りました。愛の死因が雷によるものであったと打ち明けられたのもこの場所でした。この穴の中で
2人は雨宿りをしていました。今実際中に入ってみました。外から見た感じだとちょっと大人2人は厳しいかなと思ったんですけど、ただやっぱり天井というか上は幅が狭いので雨にちょっと濡れちゃう可能性はありますね。こんな感じです。この公園には街灯がないので夜になるとおそらく真っ暗になると思います。一方その頃水野愛と対立をしてしまった今野純子も家を飛び出していました。今野純子は生前と現在のアイドルの定義が変化していることに戸惑い、こちらの西野浜海水浴場の波打ち際で黄昏れていたのでした。そして純子の後を追ってきた源さくらと合流し悩みを打ち明けていました。作中でも登場していましたが、遠くに唐津城を見ることができます。作中でも登場した例のアイドルをやってみたいと思います。難しいですね。もっと波が高ければ簡単かもしれませんが、ちょっとさざ波すぎてとても難しいです。なんとかいけたかな。一旦ここでゾンビランドサガ聖地巡礼の旅の前編を終了します。引き続き後編もございますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また皆様のおすすめのアニメや聖地巡礼してほしいアニメがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。実際私が聖地巡礼をしてアニメの聖地の良さ、魅力をですね全世界に発信できれば嬉しいなと思っております。引き続き後編に突入じゃーい。